9時をお知らせします。This program is Whiskey Radio, Drama FM. 時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオ、ドラム FM のお時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。経済産業省が12月12日に公表した統計レポート一言解説を取り上げます。今回はコロナ禍を経たウイスキーの消費動向について注目の分析が報告されています。まずウイスキー全体の国内需要を見てみると、2007年度まで長らく減少傾向でしたが、2024年度の国内需要は200,6000キロリットルに達し、2007年度の約 2.8 倍と過去30年で最も多くなっています。この背景にはハイボールの人気やウイスキーをテーマにしたドラマなどが消費を刺激した要因として指摘されています。次に家庭でのウイスキー消費についてです。家計調査をもとに実質購入量を比較すると、ウイスキーは2020年に大きく上昇した後、横ばいで推移しています。これは単なる一時的な巣ごもり需要ではなく、ウイスキーを自宅で楽しむ消費行動が定着している可能性を示しています。さらに年代別の実質購入量を見てみると、49歳以下の家庭で2020年以降の購入量が特に増加していることが分かりました。これは外出自粛をきっかけに自宅でウイスキーをたしなみ始め定着したのかもしれません。非常にいい傾向ですね。ウイスキーが身近なお酒になったと言えそうです。それでは海外ニュースをお届けしたいと思います。アイリッシュウイスキーの最高峰として知られるミドルトンベリーレアから蒸留所創業200周年を記念した特別な限定ボトル、ミドルトンベリーレア28年シングルポットスチルが発表されました。ミドルトン蒸留所は1825年、マーフィー家によってアイルランドコーク州に設立されました。以来200年にわたり伝統と革新を両立させたウイスキー作りを続け、2025年のサンフランシスコワールドスピリッツコンペティションでは国際的に最も多くの賞を受賞した蒸留所としてその評価を確固たるものにしています。今回のボトルの最大の特徴はミドルトンベリーレア史上初となる日本産ミズナラオークダルの使用です。日本産ミズナラオークは白檀や新鮮なウッドスパイスのニュアンスをもたらし、パイナップル、キウイ、レモンといった果実の香味を引き立てます。そこにアメリカンオーク由来のバニラ、トフィー、ヘザーハニーが重なり、伝統と革新が見事に融合した非常にバランスの取れた味わいが生まれています。このボトルはミドルトン蒸留所のイラストや象徴的なポットスチル、200周年を記念するスタンプが施された美しいギフトボックスに収められています。アルコール度数は 54.7%、生産本数はわずか636本限定。公式オンラインやダブリンのジェムソン蒸留所ボーストリートでも数量限定で販売されます。200年の伝統、革新への挑戦、そして芸術性が一つになったミドルトンベリーレア200周年記念エディション。まさにミドルトン蒸留所の歴史そのものを味わう一本と言えるでしょう。動画の概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ドラム FM では皆さんからのお便りを募集しています。いただいた内容は番組内でご紹介させていただきますので、おすすめのウイスキーや素敵なバーのご紹介などをコメント欄にお寄せください。感想や質問も大丈夫です。たくさんのお便りをお待ちしています。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして
私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日は新道蒸留所から新道エクスペリメンタルフォアコアーズ02です。新道蒸留所は福岡県朝倉市にて2021年8月に稼働を開始しました。100年前に高峰丈吉博士が麹を使ってウイスキー製造に挑んだ志に触発され、伝統と革新を融合させた設備と製造技術を導入。福岡で独自酵母による発酵や科学と職人技の融合により重層的な香味を追求しています。特徴として通常使う酵母に加え、もう一種の独自酵母を加えて奥深い香りを実現。さらに最新のオーダーメイド装置で精密に管理しながら、重要な過程は熟練スタッフが手作業で調整します。2025年の国際的な評価も上々で、新道ニューボーンシリーズやニューメイクピーテッドなどがワールドウイスキーアワードやインターナショナルワイン&スピリッツコンペティション、東京ウイスキー&スピリッツコンペティションで数々の賞に輝き、高い評価を受けています。また蒸留所見学ツアーも実施しており、五感で味わうウイスキーの魅力を体感できます。もっといいものを挑戦と探求を続ける福岡の蒸留所、新道ディスティラリー、今後も目が離せません。The Quest for G オリジナルの理念に基づき、2025年に開発した新道エクスペリメンタル01、それをベースにさらに深いテーマを持ってこだわりを注ぎ消化させたのが新道エクスペリメンタルフォーコアーズです。コアーズ02ではピート原酒のバーボンダル 67%、ノンピート原酒のバーボンダル 15%、水ならシンダル 13%、コニャックダル 3%、オロロソダル 2% で構成。どんな味がするんでしょうか。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。色味は明るいゴールドですね。早速香りからいただいてみたいと思います。トップノートはピートの灰の香り。ミドルノートは焼けた麦にいったアーモンド。ラストノートは蜂蜜の香りがします。では味わってみたいと思います。口当たりはまろやかで、ボディはミディアム。蜂蜜やアーモンドミルクのようなリッチな甘みが口に広がり、クローブやペッパーにピートが抹茶のようなほろ苦さのように現れます。フィニッシュはピートのアーシーな苦みにかすかにタンニンのようなコク。バニラクリームに似たミルキーな甘みが余韻に長く続きます。これは美味しいですね。香りではピートが前に出ますが、味わってみるとピートよりも原酒の持つ力強い甘みやコクがバランスよく現れ、後半にピートが出てくるストーリーは好みでした。味わいは非常に複雑で、ミルキーな舌触りに抹茶のようなほろ苦さ、若干のタンニン。ずっと飲めるウイスキーです。実験的なウイスキーであるがために、カスクレシピが複雑で再現性の難しい現段階で唯一無二の新道でした。これは文句なしのストレートですね。もしバーで見かけることがありましたら、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストはグレンアラヒー蒸留所から
ミークルトールザ・ターボ5年2025エディションをご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたら、コメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。